こんにちは、池田真子です。今回は無印の購入品を紹介していきます。今回は新商品の収納グッズや便利グッズ、あとはこの季節の桜のおやつとかも買ってみたので、ぜひお買い物前の参考にしてください。今年もそろそろ無印週間が始まるかなというので、いろんな商品チェックされてたりもすると思うんですけど、今回も実際に使いながらレビューしていきます。で、桜で思い出したんですけど、先日お仕事でフランスに行ったら、フランスにも桜の木があったんですよ。結構桜っていうと日本のイメージが強いかと思うんですけど、どんどん世界にも広がってるんだなと思ってびっくりしました。で、皆さんはなんか今まで行ってよかった国とか行ってよかった旅先とかありますか？ぜひあればコメントで教えてください。はい、ということで早速紹介していきます。まずこちらです。ポリプロピレンマグネット付きポケット収納を購入しました。こちら A4 サイズで490円で販売されています。はい、商品はこちらです。こんな感じで大きいメインのポケットが一つあって、でその手前にも小さいポケットがついています。でこの手前は半透明になっているので、書類を入れた時に何が入っているのかっていうのが一目で分かりやすいです。でこの裏にはこんな感じでマグネットがついています。なので冷蔵庫とか玄関などに貼り付けて使うことができます。結構こういう書類って置き場に困りがちだったりとか、ついどこかにちょい焼きしてしまうようなことがあると思うんですけど、こういうのを壁に貼っておけば定位置が決められて、お家が書類で散らかるっていうこともなくなります。あとは冷蔵庫周りとかもマグネットで紙を貼るっていう方もいると思うんですけど、そうするとどうしてもドアを開け閉めするたびに落ちてしまったりとか、ひらひらってなったり曲がってしまうようなこともあると思うんですけど、こういうところにしっかり書類を入れられると曲がってしまう心配もなくて安心ですよね。でこの手前のポケットは可動式になっています。でこちらをちょっと引くと、はい、こんな感じで横から見た時に少し前に出すことができます。なのでこれはもう入れる書類の量に合わせてこんな感じで引き出せるので、お好みで使うことができます。でサイズは他にも小さいサイズも販売されていました。でこちらは A4 が対応しているので、大きい書類はこのメインのところに入れて、小さいはがきや封筒などはこの手前に入れて使い分けることができます。でこれ店頭ではブックエンドに貼り付けられていたんですけど、そうすると必要な時はデスク周りとかでこういう風に立てておくことができるので、普段収納している時はデスク周りとかに貼っておいて、使う時だけ持ち上げてっていうこともできるので、いろんな使い方ができるのがいいなと思いました。書類の置き場に困ってた方はぜひチェックしてみてください。はい、続いてがこちらです。再生ポリプロピレン入りメイクボックス用のパレットスタンドと、再生ポリプロピレン入りメイクボックス用ボトルスタンドです。こちらはそれぞれ250円で販売されています。はい、こちら横から見るとこんな感じのスタンドになっています。でこういう風に大きいものを入れられるボトルスタンドと、あと真ん中に仕切りがついたパレットスタンドっていうのがあります。でこちらは他にももう1種類仕切りが違うタイプが販売されています。それはもうちょっと売り切れで買えなかったんですけど、これがもう最後の1個でゲットできました。なのでこれめちゃくちゃ人気商品になると思います。でこちらの使い方は単体で使うこともできるんですけど、無印で販売されているこちらのメイクボックスと合わせて使うことができるような商品になっています。これが無印の再生ポリプロピレン入りメイクボックスのハーフサイズの方ですね。でこの中にさっきのスタンドを入れて使うことができますと、はい、こんな感じで簡単にケースの中を仕切ることができます。めちゃくちゃぴったりなサイズですね。なので大きいケースそのままだとこまごましたものが中で散らかりやすかったりするんですけど、こういう仕切りを組み合わせることでそれぞれの定位置を決められたりとか、細かいものを倒れずに収納することができるようになります。
なので大きいボトルはここに入れて、アイシャドウとかパレット類とかはこの中に入ります。他にも無印で販売されているポーチの中とかで仕切り代わりに使うこともできます。プラスチック素材になっているので汚れてもさっと拭き取りやすいし、これ自体も半透明になっているのでどんなケースに組み合わせても馴染みやすいですよね。今触ってみたらこの仕切り付きの方は底が外せたんですけど、これよく見るとこの底にも真ん中に仕切りがありました。なのでこの上だけで仕切るんじゃなくて、下にもこういう風に仕切りがあるおかげでパレットが倒れにくくなっています。これ安心ですね。サイズ的にはこの無印のケースに3つぐらい入る大きさだと思います。はい、続いてはこちらです。チャック付き調味料用小分け袋です。こちらは30枚入りで199円で販売されています。はい、こちらは袋に調味料を入れて、でこの先端を切って使うことができるような袋なんですけど、今までね100円ショップとかでもスキンケア類とかを入れれるようなこういうタイプが出てたんですけど、それのこの調味料タイプ、調味料を入れるよっていうのが無印からも出ました。しかも30枚入って199円はめちゃくちゃお得だと思います。1枚あたり約 6.7 円って書いてくれてますね。100均で販売されているスキンケア用の袋っていうのは1袋8枚入りとかなので、これもスキンケアに使えるかわかんないですけど、無印の方がお得です。はい、袋はこちらです。うわ、これめっちゃ細かいところまで考えてくれてる。この袋を開けるところもちょっと段差違いになってて、簡単に開けやすくなっています。でこのチャックの部分もダブルジップになっているので漏れにくそうですね。でこんな感じで開けて調味料を入れられます。で一応このマックスって書いているところまで入れれるようになっています。で入れるものとしてはマヨネーズやケチャップ、ソース、ドレッシング、醤油などが入れられます。結構お弁当とかに調味料を入れるのに今までだったらちょっとプラスチックのタイプのものとかだったらあったと思うんですけど、こういう袋タイプに入れれたらそのまま使って気軽に捨てられるし、あとかさばらないのもいいですよね。でこの半分のところまで入れて実際使うときはこの下のここに切れ目があるんですけど、ここをカットして出すことができます。はい、ちょっと試しに100均の方と比べてみると触った感じはそんなに大きい差はない気がします。なんとなくちょっと100均の方が張りがあるんかなっていうぐらい、それはこの横のこの留め方とか作りにもよるかもしれないですけど、だからといってそんなにめちゃくちゃ大きい差があるかって言われると分かんないです。なんとなく無印の方が柔らかい気はします。あとは作りとしてこの100均の方はこういう風にこの角が丸くなっているのでスキンケアとかを出しやすくなっているんですけど、この無印の方はシンプルにこういう四角い形になっていますね。でも調味料とかだったら結構液体柔らかいと思うので簡単に絞り出せそうです。一応スキンケア類とかシャンプーを入れるのに使えるみたいなことは書かれてはいないんですけど、自己責任で入れる分には全然問題ないんじゃないかなっていうふうに思います。旅行の時もこういうものにスキンケア類を入れるとかさばらないし、帰りも捨てて帰られるので身軽でいいですよね。あと私最近マヌカハニーを食べるんですけど、それをちょっと持ち運びたいなと思ってて、持ち運び用のマヌカハニーを買うかとかもちょっと悩んでたんですけど、これだったら1回分のマヌカハニーを入れて持ち運べそうだなとかもちょっと思いました。そういうのもいいかも。たくさん入ってるので気兼ねなく使えると思います。
はい、続いてこちらです。蓋をしたままレンジで使える耐熱ガラス容器です。こちらは長方形で大きいサイズになっていて、お値段が1490円です。こちら約 640ml 入る大きさになっています。他にこの横長のタイプはもう少し細いものもありました。はい、商品はこちらです。こんな感じでめちゃくちゃシンプルな透明の容器になっています。でこちら蓋が少しドーム型になっているので、ちょっと容器に入れた時にはみ出たりとかしても閉めやすくなっています。でこちらそれぞれ素材が違うんですけど、どちらも電子レンジ、食洗機、冷凍が可能になっています。でこの下の耐熱ガラスの方だけオーブンでも使えます。なのでこれがあれば調理、保存、あと食器としての3役使いこなすことができます。はい、こんな感じで蓋を外すとすごいシンプルでおしゃれな食器になります。でこちらはおかずを作ってこんな風に蓋をすると、このまま冷蔵とか冷凍保存もできます。でレンジでそのまま温めることもできるので、解凍したら蓋を開けてこのままもう食器として食べることができます。耐熱ガラスは匂いとか色移りも気にならないので使いやすいですよね。でこの蓋の方はしっかり閉まるっていうよりはちょっとふわっと乗せるような感じで閉めるタイプになっています。なので蓋だけで持ち上げないように気をつけてください。でもこの蓋もレンジで使えるので、今までだったらこの蓋だけ変えてレンジで温める必要があったりとかしたんですけど、このまま温められるっていうのは便利ですよね。なので洗い物も減らせます。他にもいろんなサイズのものが販売されていたので、気になった方はチェックしてみてください。はい、あと3つあります。こちらマイルドクレンジングバームです。こちらスパチュラ付きの 90g 入って1290円で販売されています。無印にもいろんなスキンケア用品販売されていると思うんですけど、最近このクレンジングバームが無印からも出て、ちょっと気になって買ってみました。はい、蓋を開けるとこの上の部分にスパチュラがついています。はい、中はこんな感じでたっぷりのクレンジングバームが入っています。でこちらは低刺激性のクレンジングバームになっていて、メイク汚れが気になる毛穴の黒ずみや角栓まで落としてくれるみたいです。で他にも合成香料、無添加、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリーと書かれています。で潤い成分としてヒアルロン酸やセラミドも配合されています。で店頭に行くと洗い上がりとかクレンジング力のこの表みたいなのがあって、その位置で言うとこちらはクレンジング力もしっかりありつつ洗い上がりがしっとりするタイプっていう風に書かれていました。なので乾燥肌さんにも使いやすいんじゃないかなと思います。でこちら香りがちょっとオレンジ系の爽やかな香りがします。めちゃくちゃいい匂いです。これはちょっとまた後で試してみたいと思います。はい、最後季節のおやつ紹介します。こちら不揃い桜バームです。こちらはお値段180円です。でもう一つがこちら桜グリーンティーも購入しました。こちらはティーバッグが10袋入ってお値段390円です。ちょっとこの桜系のおやつがいろいろ出てて、その中からちょっと気になったものを選んでみました。はい、ちょっとこんな感じで準備してきました。不揃いバームとグリーンティーです。グリーンティーがめっちゃ綺麗な色でした。ではまずこの桜バームからいただきます。ほんのり桜も香りつつすごい甘い香りです。はい、ではいただきます。これはもう本当に食べてるとふわーっと桜の香りが広がってめちゃくちゃ美味しいです。なんか桜の強い癖を感じるほどではないので、本当に誰でも食べやすいと思います。
がしっかり甘さもあるし、なんかほのかに桜を感じられるので、もうまさに春にぴったりだなと思います。これは想像以上に美味しい。はい、次はこちらの桜グリーンティーをいただきます。これは鹿児島県産のオーガニック茶葉を使っているみたいです。で、ちょっとここに書かれているように1分蒸らして入れたのがこちらです。めっちゃ綺麗なグリーン。いただきます。おー、飲みやすい。美味しい。パッケージも書かれているんですけど、こうやって近づけるとここでめちゃくちゃ桜餅の香りがします。で、ここではめちゃくちゃ桜餅なんですけど、飲むと緑茶です。ほんのり桜も感じつつ、でも程よくこう緑茶の甘みと渋みっていうのをほんのにちょっとだけ感じられるような緑茶なので、めちゃくちゃ飲みやすいです。全然苦さっていう感じではなくって、どっちかというとまろやかな緑茶な気がします。美味しい。飲みやすい。香り的にはもう本当に桜餅で、桜の葉とかちょっとこう塩味を感じるような匂いなんですけど、だからといって飲むとなんかそんなに塩味が強いわけではない気がします。さっきめっちゃ甘いの食べたから鈍ってるかななんか程よく渋みみたいに感じるのが塩味なんかな。でも香りはめっちゃ桜餅なので、本当にまんま桜餅ですね。なんかどっちかっていうとこの今の甘いのにも合うとは思うんですけど、和菓子の方がしっくりくるような味です。この桜バウの方はどっちかというと紅茶とかと合わせたくなるような味だと思います。どっちも美味しかった。はい、ということで今回は無印の購入品を紹介しました。商品名とかは概要欄の方にも書いておくので、そちらからもご覧ください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。